アニメの仕事をした人はアニメの仕事をしてる知り合いを作ってくださいっていうのはですね、多分ねもう共通してるんですよ。もう絶対知り合いいないとアニメの仕事もできないんで、ほんとマジで田舎にいるとリアリティがないんだよね。なんせ自分の親も親戚も友達もその友達の知り合いも田舎にはですね、そういう仕事で生計を立ててる人間っていないんですよ。これがですね、東京でしかも中央線沿線とか言うとですね、知人の知人の知人のもう一個知人ぐらいまで行ったら絶対アニメ関係者にたどり着くと思います。西東京市とか三鷹とか吉祥寺とか荻窪とか、あるいは、大泉学園とか、ああいうとこだとですね、石を投げればアニメ、制作、関係者に当たるではないですけれど、そういうリアリティって多分ね地域によってだいぶ違う。そしてその、かなり限られた地域じゃないとそういう人って、住んでないんですよね、基本的にね。でリアリティが全くなかった中でそのアニメサークルに入ったわけですよ、最初にね。そしたらなでしこの監督してる人がいるとか、プロダクション IG に入った先輩がいるとかで、そういう人の絵をね見るわけですよ、学生時代。それがですね、もう無理、超絶うまいっていうレベルだったら僕も諦めたんですけど、これワンチャンいけんじゃねみたいなってちょっと思わせてくれる感じなんですよ。全然うまくない時から参加してたりするわけじゃないですか、そういう人たちって。その全然うまくない時の絵を見ると、これいけんじゃねって思うんですよ。これが大事なんですよ。慣れない、できない、無理だって言ってる人のほとんどは仕上がった人しか見てないんですね。むしろ今トップオブトップのその本田武史さんであるとか米山舞さんであるとか、押山君でもいいですけど、超絶うまいみたいな人たちいっぱいいるじゃないですか。そういう人しか見てないでしょ、みんな。その人たちが学生の時どうだったか、その人たちが若い時、あるいはそれ以外のそんなに有名じゃないけどとりあえずちゃんとアニメ業界で食えてる人っていっぱいいるんですよね。そのレジェンドオブレジェンドみたいなさ、凄まじく上手い人たち以外にもアニメーターって無数にいるんですよ。結構いい感じの服着てたり、ちょっとね趣味で旅行行きましたみたいなね、ってアニメーターになったらまずはもう飢餓との戦いであり軍隊に入るよりもきついと言われるアニメーターに入った人がこんなにのほほんと楽しく人生を謳歌して、むしろ楽しそうであるみたいなのを見たらですね、あれって思うわけですよね。そういうですねリアリティですよね。実際に会ってみると分かるんですよ。なんで自分の、性質とか自分の、何に向いてる向いてないっていうのはいろんなパターンの絵描きを知らないと目指せないんですね。人って知らないものにはなれないんですよ。皆さんがなぜアニメーター、漫画家、イラストレーター、3D クリエイター、ゲームクリエイター等々になりたいか、それを多分どこかで職業を知ったからでしょうね。はい、じゃなきゃ絶対こうなろうって思わないんですね。知ってる職業じゃないとなれないんです。はい、YouTuber になろうっていうのはもう、YouTuber ですらないか VTuber 最近わかんないけど、もう VTuber になろうっていうのはもう VTuber っていう職業を知ってそれになるなり方やり方、そういう人をひたすら追っかけて初めて知るんですよ。それと同じようにアニメーターになりたいっていう人はですね、アニメーターになった人と話すのが一番いいんですよ。そしたらその人にですねちゃんと果敢にというか今の絵をガンガン見せていってくださいね。そしたらあなたに何が足りないかってもちろん聞くんですよ。僕はアニメーターになりたいんですけどって、しかもこのぐらいのアニメーターになりたいんですよってね。そのぐらい具体的に言えないとですねちょっとアドバイスもしようがないんですよ。ぼんやりとですねアニメーターになりたいんですけどどうしたらいいですか、全く絵見せなくて言われても分かんないでしょそれね。それは100m 走がですね13秒の人と15秒の人と20秒の人でアドバイス違うでしょ。同じ絵もさ全然描けない人がアニメーターになりたいんですけどって言ったらさ、まずアニメーターの練習とかね正確に模写するとかさ、動きをね細かい緻密な振り向きとかさやるんじゃなくて、まず絵描くの好きになろうかみたいな、体動かすの好きになろうかでしょ。まずその20秒の人に言うことってそれと同じで、絵描くの好きになろうか、そっからじゃないってまず話始まるよね。で今はこの例えば 100m 走12秒13秒の12秒ぐらい11秒ぐらいの人ですよ。その人がね10秒台にしたいんですって言ったらですね、じゃあだんだんこの部位を鍛えましょうかとね、筋肉骨格パース、等々ですね、あるいはある程度正確に模写することは分かる。しかし、自由自在に描くにはちょっと至っていないと、プロのねアスリートとして戦うには若干心もとないっていうんであれば、じゃあ部位を鍛えましょうかってなるよね。というように同じアニメーターになりたいでもあなたのレベル次第で全く変わるわけです。そのアドバイスの仕方ってね。だから見せてほしいのよね。的確なアドバイスできないからね。
そうまあもちろん的確なアドバイスはですね、アニメーターだから全員できるわけではないですね。はい、まあちょっと厳しい人だと、君みたいな人はなってはいけないみたいにいきなり言われるかもしれない。あるいは別の人に見せたら、僕なんかもっと下手でしたよとかいう人もいるかもしれない。君全然うまいですよっていう人もいるかもしれないね。っていうふうに1点ではなく3点3人以上ですね。テントってさ3点で支えるって基本なんですよ。どこも3点で絶対支えるようにできたのテントって。それと同じように、物事の判断っていうのは3人以上に見せなければ安定しないんですよ。誰か1人に見せたらだから例えばたまたま甘い人に当たっちゃってですね、僕なんかもっと下手くそだったですよとかいうですね、なんかこうニコニコはしてるんだけど何考えてるか分かんないようですね、こういう人が一番タチが悪かったりするんですけどね。じゃあ私大丈夫だと思ってね、全然練習しなかったら周り全然うまくて全然もうダメでしたみたいなねっていう人もいるし、厳しく言う人もいるし、その中間だったりとかね、3人以上にものを見せてですね、それでようやく自分っていうものが形成されるわけです。だからアニメ視力僕めっちゃ大事だと思ってるのは、僕教わる人っていうですね、この2点じゃないんですよ。室井康夫という1点ではなくて、そこにいろんなグラデーションがあるんですよ。今ね現役でアニメの仕事だったり漫画の仕事をしてる人、これからなりたい人、ただ趣味でやればいいと思ってる人、趣味からアニメーター仕事をしたいと思ってる人、もうありとあらゆる階層というか考えの人がいる、ポジションの人がいるっていうのが大事なんですよ。この階層があるからこそね、階段はなんか続いてるんだなと、しかもいろんな階段が続いてるんだなとね、ゴールは1箇所でもなくもうその人数分あるんだなね、みんなおのおの微妙に考え方違うわけですよ、ね、そのゴールの違いもやっぱりいろんな知り合いができないとわからないんです。